けを起こすメインは UVB で UVA の倍も日焼けを起こしやすいです。まずは光老化。シワができる原因はなんと日光によるものが8割。ただ重要なのはなんです。皆さんこんにちは。皮膚科医の玉木ゆきです。今日お話しする内容は日焼けと日焼け止めについて。日焼けとは、紫外線とは、日焼けした時にすること、日焼けを防ぐ方法、日光による皮膚障害、赤ちゃんと紫外線、日焼け止めについて、プールに入る時の日焼け止めについてお話をさせていただきます。最後までご覧いただきますと、日焼けと日焼け止めについて詳しくなれると思います。このチャンネルは、ニキビ跡、様々な皮膚トラブルでお悩みな患者さんに正しい知識を世の中に広げるため、現役皮膚科医の玉木ゆきがお送りします。綺麗な肌を目指して皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。日焼けって皮膚科では日光皮膚炎っていう病気なんです。日焼けが起こると皆さんもご経験されたことがあるかなって思いますが、赤くてヒリヒリしますよね。ひどい火傷をされてしまうと腫れ上がって水ぶくれができます。日焼けすると1時間ぐらいで赤くなりますが、ピークは実は3日後ぐらいなんです。めちゃくちゃ広い日焼けだと熱が出たり、低血圧、湿疹などのショック状態になることがありますので、夏の海を甘く見ないようになさってくださいね。あと日焼けすると皮がむけて痒くなりますが、一旦皮膚がむけた場所っていうのは数週間は通常より日焼けしやすくなるし、あと感染を起こしやすくなります。それに若いうちに日焼けをしてしまうと、後々皮膚がん、特にメラノーマといってメラノサイトという皮膚の細胞が悪性化するがんになるリスクも高くなってしまうんです。紫外線っていうのは波長が10から400ナノメートルで、目に見える可視光線の紫の外側っていう意味で紫外線と言われています。紫外線は波長の長い方から UVA、UVB、UVC があって、一番波長が短い UVC は障害性が強く殺菌灯に使われますが、波長が短いので地表には届きません。UVB は280から320ナノメートル、UVA は320から400ナノメートルで波長が長いほど皮膚深くまで入っていきます。日焼けを起こすメインは UVB で UVA の1000倍も日焼けを起こしやすいです。しかも UVA は細胞の DNA に直接吸収されて DNA に傷をつけてしまいます。で、日焼けした時にしていただきたいことなんですが、日焼けは日に浴びた直後から1日から3日ぐらいかけて進行していくので、ケアをしないで放置すると症状が悪化してしまいます。まず冷やしてください。ほてり感やヒリヒリした時はすぐに冷やしましょう。氷水を直接肌に当てると冷えすぎることがあるので、水道水で30分以上冷やすか、濡れタオルを肌にかけて、その上から扇風機の風を当てて冷やすのもいいですね。次、ステロイドを塗ってください。冷やしてもなかなか赤みや痛みが取れないときは、炎症を抑えるためにステロイドを数日塗ります。保湿をしましょう。ダメージを受けたお肌は皮膚の表面が荒れていて、水分が蒸発しやすく、とっても乾燥しています。綺麗な肌を再生させるためには、しっかりと保湿しましょう。最後、新たな日焼けを防ぐことです。新しい表皮が出来上がるまでに日光でダメージを受けてしまうと、再び炎症が起きたり、シミになったりしますので、日焼けはしないようにしましょう。日焼けを防ぐ方法としては、まず紫外線の強い時間、特にお昼12時前後の太陽が一番高くなる時を避ける。次に屋外にいる時はできるだけ日陰を利用しちゃいましょう。あと、日傘や帽子、サングラスも使ってください。ただ紫外線って空気中で散乱したり、地面や建物から反射しますので、直接日光が当たらない日陰を利用したり、帽子を使っても全部をカバーはできません。なので日焼け止めも必須です。
日焼け止めは紫外線吸収剤と紫外線散乱剤のどちらかの紫外線防止剤が配合されていますが、紫外線吸収剤は皮膚が白くなりにくいですが、たまにアレルギー反応を起こす方がいらっしゃいます。紫外線散乱剤は皮膚が白くなりやすいですが、アレルギーは起こしにくいです。日光による皮膚障害って色々あるんですね。日光を浴びると体内でビタミン D を作りまして、一部の皮膚病には役立ちます。でも基本的には日光はいろんな皮膚障害を引き起こします。まずは光老化ですね。年を重ねるとシワができますが、シワができる原因は年齢によるものが2割、なんと日光によるものが8割と言われています。次にがんが起こりやすくなります。有極細胞がん、基底細胞がん、メラノーマというがんが起こりやすいです。あと日光アレルギー。これは光線過敏症とも言われていて、日光によって引き起こされる免疫系の反応で、日光にさらされた部分の皮膚にかゆみや赤みが出ます。ここまでは紫外線は良くないものと言いましたが、そうは言っても女性であんまり日光を避けすぎると赤ちゃんに影響が出てしまいます。人間って食事と日光からビタミン D を得ていますが、日焼けを過度に避けてしまうと赤ちゃんのビタミン D が不足してしまいます。骨の成長にはビタミン D が必要ですが、ビタミン D が不足するとカルシウムが不足して痙攣を起こしたり、歩き始める頃に骨が曲がりやすくなったりして横脚になったりしますので、妊婦さんや授乳中の方は適度な日差しを浴びることは必要です。赤ちゃんは皮膚が薄いので、強い日光を浴びるのは良くないので、日差しが直接肌に当たらないように工夫して、薄い長袖、ベビーカーの日焼けは活用してください。日焼け止めを使う場合は、低刺激で子供用のものを選んで、SPF は15から20、PA は2プラスから3プラスを目安にしてください。ただ、後で説明しますが、薄くつけても意味がないので、塗る量はたっぷりと使用してください。日焼け止めの効果を示すのは SPA と PA があります。日焼けを起こしたり、シミを作る UVB を防ぐ数値と SPF は最高50の表示があり、日焼け止めをつけてない時に比べて何倍の紫外線を当てると翌日肌が赤くなるかというのを示しています。数値が大きいほど効果は高いです。皮膚の奥まで届いてシワやたるみの原因となる UVA を防ぐ数値 PA はプラス1からプラス4までの4段階の表記があります。よく面倒だから数値が高いものを選べばいいんじゃないとおっしゃる方がいらっしゃいますが、それは違います。乾燥肌や敏感肌の方が数値だけで日焼け止めを選んでしまうと肌に余計な負担がかかって肌トラブルを引き起こすことがあります。大人なら SPF15 以上で PA プラス以上の紫外線防御機能がある日焼け止めであれば、シワやシミなどの光老化を抑えることができます。ただ重要なのは塗り方なんです。皆さんここをかなり間違えておられます。日焼け止めって効果が出るのは1平方センチメートルあたり 2mg の日焼け止めを肌に塗った場合に効果があると定義されています。ということはこの量を塗れていないと十分に効果が得られないんです。顔の大きさが20センチ ×20 センチの400平方センチメートルだとすると、顔全体に必要な日焼け止めは 2mg×400 で 800mg、つまり 0.8g となります。しかも顔に塗るときに絶対少し手についてしまいますよね。なのでクリーム状の日焼け止めはパール2個以上、液体タイプは1円玉2個以上をお顔につけることになります。これかなり多いのでベタベタします。あと髪の毛とか頭皮、手や首の後ろ、デコルテは塗り忘れることが多くてうっかり日焼けする方が多いのでご注意ください。プールに入るときって当然耐水性のあるウォータープルーフの日焼け止めを使わないといけません。汗や水に強いという意味です。2022年12月以降、ウォータープルーフの日焼け止めに新しい基準が加わりました。40分水に浸かって SPF の値が水に浸かる前の 50% 維持できているものが
UV 耐水性、星。80分水に浸かって SPF の値が水に浸かる前の 50% 維持できているものが UV 耐水性、星2個と星印が2つになります。少し水遊びをするぐらいなら星1つ。海やプールに入るときは星2つを使った方がいいですね。ただ、この表示は水に浸かった時だけを対象としていて、タオルで擦った時とか、激しい動きで擦れてしまうと日焼け止めの効果は落ちてしまうので、ここのところを皆さん頭に入れておいてくださいね。あとは、ラッシュガードを着るっていう手もありますね。プールの水が汚染されないように、日焼け止めは無着色のものを選んでください。あとは、ラッシュガードや日焼け止めについては、学校によって取り決めが異なりますので、学校に先にお問い合わせなさってみてくださいね。綺麗な肌を目指して皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。ということで今日は日焼けとは、紫外線とは、日焼けした時にすること、日焼けを防ぐ方法、日光による皮膚障害、赤ちゃんと紫外線、日焼け止め、プールに入る時の日焼け止めについて皆さんにお話をさせていただきました。今回の動画が少しでも役に立ったなという方は、高評価やチャンネル登録をしていただけると、今後の動画配信の励みになりますので、とても嬉しいです。このチャンネルには、皮膚をきれいにする動画や、ためになる動画をたくさんありますので、ぜひご覧になってくださいね。では、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、綺麗な肌を目指す方へ、皮膚科医が肌のトラブルのお悩みを解決しています。コメントや高評価ボタンを押していただけると、今後の動画更新の励みになるのでとても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。